単語の1拍目と2拍目のピッチは、高低か低高。これは日本語のアクセントのルールとして紹介されることが多いです。皆さんもどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。でも、単語の1拍目と2拍目のピッチが違うことは、本当に日本語のアクセントのルールなのでしょうか。2016年に NHK 日本語発音アクセント新辞典が出版されました。NHK 日本語発音アクセント新辞典では、単語の最初、つまり語頭のピッチが書かれていません。しかし、1998年の NHK 日本語発音アクセント辞典では書かれています。どうして NHK の辞典は語頭のピッチを書かなくなったのでしょうか。NHK 日本語発音アクセント辞典新版は1998年に発売されました。NHK 日本語発音アクセント新辞典は2016年に発売されました。1998年の NHK 日本語発音アクセント辞典と2016年の NHK 日本語発音アクセント新辞典には大きい違いがあります。それは1拍目が低くて2拍目が高い場合にそのピッチの違いが書かれなくなったことです。例えば、話すは歯が低く、なが高くなります。1998年以前の時点では、はとなのピッチの違いが書かれています。しかし、2016年の新時点では、はとなのピッチの違いは書かれていません。このビデオでは、どうして1拍目と2拍目のピッチが書かれなくなったのかを解説します。このビデオを作るときに参考にしたのは NHK の放送研究と調査です。これは放送研究と調査の英語の解説です。ではまず1998年の NHK 日本語発音アクセント辞典が1拍目と2拍目のピッチについてどのように書いているか見てみましょう。第1拍が高ければ第2拍は低くなり、逆に第1拍が低ければ第2拍は高くなります。つまり第1拍と第2拍は高さが必ず違います。桜というような京阪式アクセントはないのです。では、このことについて例を挙げて解説します。鳥という言葉は、とが低くて、りが高くなっています。ですから、低高というピッチパターンになります。それに対して、猫という言葉は、ねが高く、こが低くなっていますから、このピッチパターンは、高低です。東京方言には、1拍目と2拍目が同じ高さ、つまり、こうこうで始まるピッチはありません。また、てーてーで始まる言葉もありません。1拍目と2拍目が、こうこうやてーてーというピッチパターンは、東京方言の発音にはないのです。では、これは東京以外の地域でも当てはまるでしょうか。これは、ありがとう
という言葉のピッチパターンを4つの方言で表した図です。これを見ると、東京ではあのピッチが下がっていて、りのピッチが上がっています。ですから、1拍目と2拍目のピッチの高さが違います。ところが、名古屋と京都と大阪と鹿児島では、ありのピッチが下がっています。つまり、1拍目と2拍目のピッチの高さが同じです。これは東京にはないピッチパターンです。では、東京のピッチパターンと京都と大阪のピッチパターンを比べてみましょう。まず、桜という言葉のピッチパターンを見てください。これは東京方言では、さが低く、くが高くなります。ですから、桜というピッチパターンになります。次に、桜餅という単語のピッチパターンを見てみましょう。これも、さが低く、くのピッチが上がっています。ですから、桜も桜餅も1拍目と2拍目のピッチが違っています。では、京都と大阪ではどのように発音されているでしょうか。東京では桜と発音されていますが、京都と大阪では桜と発音されます。この場合、1拍目と2拍目のピッチは両方とも高いです。桜餅は東京では桜餅と発音されますが、京都と大阪では桜餅のように発音されます。この場合は1拍目と2拍目のピッチは両方とも低いです。京都と大阪の桜や桜餅は東京ではあまり聞くことのないピッチパターンです。1拍目と2拍目のピッチが違う言葉は東京だけではなく、京都や大阪にもあります。しかし、1拍目と2拍目のピッチが同じ言葉は、京都や大阪にはありますが、東京にはありません。つまり、1拍目と2拍目のピッチが違うということは、東京方言の特徴なのです。1998年までの日本語発音アクセント辞典では、東京方言と京都、大阪での方言の違いを大切なものだと考えて、1拍目と2拍目のピッチの違いを表していました。では、どうして2016年の新辞典では1拍目が低くて2拍目が高いときにピッチの違いを示さなくなったのでしょうか。放送研究と調査によると、2拍目のピッチが上がることは本質的なものではないそうです。そして自然な音調で発音できるようにするためには、むしろ示すべきではないとも書いています。どうしてこのような考え方になったのでしょうか。詳しく見ていきたいと思います。ここでは、卵という言葉を文ではなく単語だけで発音した時のピッチパターンを見てみましょう。語頭のたと語尾のごのピッチが下がっていることがわかると思います。この時、語頭のたのピッチが下がる理由と語尾のごのピッチが下がる理由は違います。まず、語尾のピッチの理由から説明します。語尾のごのピッチが下がる理由は、それが卵という単語の持っている特徴だからです。単語の持っている特徴ですから、辞書に載せる必要があるのです。
では、語頭のたのピッチが下がる理由は何でしょうか？これには音韻論的理由と文法的理由と語用論的理由の3つの理由が関係します。まず、音韻論的理由を説明します。放送研究と調査2012年9月号によると、東京方言では、細切れ、粉々など、語頭の2拍が2音節の場合、1拍目と2拍目のピッチが違います。ところが、降板、懇談など、語頭の2拍が1音節の場合、1拍目と2拍目のピッチが同じになる場合が少なくないということです。もう少し詳しく見ていきましょう。語頭が2拍1音節、2拍目が高い場合、1拍目も高くなります。例えば、降板は2拍目が長音なので、降は2拍1音節です。このような場合、降板ではなく、降板と発音されます。同じように、懇談は2拍目が発音なので、懇は2拍1音節です。ですから、懇談ではなく、懇談と発音されます。国会のように2拍目が即音の場合、2拍目にはピッチがありませんから、高いか低いかはわかりません。しかし、最初の2拍が低く聞こえるという人が多いようです。このように、東京方言では、語頭が2拍1音節の場合、1拍目と2拍目のピッチが同じになる場合があるということです。次に、文法的理由について説明します。放送研究と調査2012年9月号の資料を見てください。これを見ると、男の子だけを発音した場合は、おのピッチは下がりますが、その前に他の言葉をつけた場合は、おのピッチが下がらないことがあります。例えば、このをつけたこの男の子や、年下のをつけた年下の男の子のおのピッチは下がりません。しかし、どの場合も男の子のの子のピッチは下がります。これは男の子の後に他の言葉がついても変わりません。以上のように男の子のおが下がるかどうかは文にしてみなければわかりません。もう少し詳しく見てみましょう。男の子のおのピッチは下がります。これは男の子のおがフレーズの最初の拍だからです。この男の子のおのピッチは下がりません。フレーズの最初の拍ではないからです。この男の子のフレーズの最初の拍はこのこです。ですから、このこのピッチが下がります。かわいい男の子のおのピッチは下がります。男の子の前の言葉であるかわいいの最後のいのピッチが下がっているからです。かわいい男の子のかのピッチも下がります。フレーズの最初の拍だからです。このように男の子のおが下がるかどうかはその前の言葉のピッチパターンによります。最後に語用論的理由について説明します。語用論とは言葉の使われ方を研究する学問です。この場合、言葉が使われる
コンテクストが重要になります。例えば、悲しんでいる友達を慰めるために、かわいそうにという時には感情を込めます。その時に、最初の3拍のピッチを低くして、かわいそうにということがよくあります。このように、5等のピッチは感情を表すことがあります。それでは、普通の言い方と感情を込めた言い方を比べてみましょう。普通の言い方では、1拍目と2拍目のピッチが違います。ですから、かわいそうにという発音になります。感情を込めて同情している言い方では、3拍目までピッチを下げます。ですから、かわいそうにという発音になります。このように感情を込めて言いたいときには、1拍目と2拍目のピッチが同じになることがあります。まとめです。5等のピッチが低、高、または高、低になるのは単語のルールではありません。これはフレーズのルールです。ですから、男の子だけを言うと、おのピッチが下がりますが、この男の子というフレーズを発音したときには、おのピッチが下がりません。5等が2拍1音節の場合、こうこうになることが多いです。例えば、交番や懇談はどこもピッチが下がりません。5等をててにして感情を表すことがあります。例えば、かわいそうにという発音は普通の言い方ですが、かわいそうにというように5等のピッチを下げると同情をしていることになります。そして2016年以前に出版された辞書や教科書は情報が古いかもしれないので気をつけてください。